今回はこちらサンイスマートさんの厳密3018 Pro Bar V2 CNC ルーターをレビューしていきたいと思います。そもそもこの CNC ルーターと CNC フライスの違いって、では内容物確認していきます。まずこのマニュアルですね。かなり分厚めのマニュアルで、一応日本語対応ということでありがたいですね。で、上のカバーを取ると、いきなりフレームが見えました。これは、細かい部品ですかね。組み立てに使うパーツが入ってますね。タッチセンサー、タッチプローブかな、はい、と、USB とかネジ類。これはセンサーかな、センサーっぽい感じ。これが4つぐらい入ってて、組み立てが必要なものと。はい、で、あとは電源ケーブルと、ドライバー。これはどうやって、なるほどね。こっちから取れないようになってますね。で、これを外すと、はい、フレームですね。X 軸のフレーム。ここはプラスチックか。なるほど。細かいケーブル類で、これがスピンドルですね。結構小ぶりなコンパクトなものがついてて、ER11 のコレットに対応していると。で、こちらがメイン基板ですね。プラスチックのカバーに覆われていて、普通の基板じゃないかなと思います。で、これは、なんだ、カバーだ、カバー。両側につけるキリコカバーですね。これね、いいですね。ありがたい。Y 軸のテーブルですね。はいはいはい。なるほど。これはなんかよくあるアルミの押し出し材じゃなくて、アルミのただのプレートが使われてて、これはいいですね。ちゃんとネジも切ってあるし、使いやすそうな雰囲気。じゃあちょっと組み立てていこうと思います。はい、組み立てが完了しました。程よいブルーで統一されてて非常にかっこいいですね。で、かかった時間なんですが、僕がやってだいたい1時間ぐらい。初めての方がやっても2時間もあれば十分組み立てられるんじゃないかなと思います。で、マニュアルも非常に見やすいですね。フルカラーで図もあって日本語対応してるんで、特につまずくところとかもないんじゃないかなと思います。で、価格とスペックなんですが、Amazon の現時点の価格、オフラインコントローラーありの方は 47,999 円。で、オフラインコントローラーなしの方は 32,999 円となっています。で、スペックですね。加工範囲は 284mm×180mm。これが XY の範囲で、Z の範囲は 40mm となっています。なので、あんまり高さのあるものとかは加工できないって感じですね。で、あとは、マイクロステップが16で32ビットで、最高速度が2000と。はい。で、CAM に関しては GRBL に対応しているということで、Candle とかそういったソフトウェアを使って加工すると。で、あとは、そうですね、モーター。スピンドルモーターが775モーターっていう非常にコンパクトなモーターなんですが、一応9000回転最高回るらしいんで、高速回転で、サクサク削っていくような使い方になるんじゃないかなと思います。で、ステッピングモーターの方はかなりね、小さいのやつがついてて、トルクは 0.25 ニュートンメーターしかないんですよ。なんで、深く削るとかはまず不可能。てかもうね、金属は無理だと思います。なので、いろいろ考えたんですが、ちょっと今回こちらカーボン、CRPF カーボンを削ろうと思います。すいません、CFRP ですね。カーボンファイバー強化プラスチックという名前で、軽くて非常に丈夫なんでいろんなところで使われてて、例えばロケットとか、わかんないですけど、バイクとか車のレース用パーツだったりとか、あとドローンなんかにもね、使われてるらしいんですけど、これ謎じゃないですか、結構。で、どうやって作られてるかっていうと、カーボンファイバーっていうのは炭素繊維ですね。炭素繊維が層になってるんですけど、単純な連続じゃなくて、向きがあるんで、炭素繊維には。回転、90度、回転させてやってたりするらしいです。で、これが、切削加工する場合、結構厄介だそうです。刃がすぐボロボロ、なぜ硬かったりするんでボロボロになったりとか、で樹脂も入ってるから柔らかい部分もあるんですかね。なんで専用のエンドミルなんかも売られています。でこちら、
アルミの普通のエンドミルなんですね。至って普通の形状をしてるんですけど、CFRP 用のエンドミル、こんな形してます。いろんなタイプありますけど、一例として、ギザギザの、松ぼっくりみたいな形状してて、今回これを使って、これじゃないですけど、これのちょっとちっちゃいやつを使って、初めて、CFRP をこの CNC プライスで削ってみたいと思います。とりあえず電源を入れてみましょう。ポチッ。このね、USB のポートが多分合ってないのかな。4、5。あ、来た。来たわ、これ。これじゃ動かないのか。おお。X プラス。まあ。で、Z がなんか若干イオンっぽい音が聞こえなくもないですけど、鳴らし運転とかね、多分必要なのかな。じゃあ問題のスピンドルいきましょうか。スピンドルはこれかな。いきます。なんか軽やかな音ですね。めちゃくちゃ軽やか。気になったのは、このモーターね、窓開いてるんですよ、この冷却するために。ここに切り子とかいっぱい入りそう。これ嫌だな。いっか。めちゃくちゃスムーズですね。良さそうですね。はい、段取りができました。やっぱりね、テーブル側にネジがあると段取りしやすいですね。で、こういったね、クランプを使う時の注意点、ちょっとだけお話しさせていただこうと思うんですけど、ミーリングってね、結構力あって、パワー不足で機械側がね、止まってくれる分にはいいんですけど、パワーが強い場合って、もうワークがね、ぶっ飛んでいったりするんですよね、回転したりとか。なんで、こういったクランプ使うときは必ず3箇所以上クランプするようにしてください。1箇所、2箇所じゃもう回転したりして、僕もね、サラリーマン時代何回もやらかしたことがあるんで、必ず、最低でもですよ。最低でも3箇所以上、場合によって4個5個クランプするようにしてください。あとですね、これって調整ボルトで角度をつけて、こっち側のボルトでこの親指がワークとしたらワークをクランプするわけなんですけど、必ずワーク側に傾くようにしてほしいんですよ。この調整ボルト側に傾くと、ネジを締めた時に、こっち側に力がかかってしまって動きやすいんですよね。なんで、必ずですね、調整ボルトを長くして、親指のワーク側をクランプするようにしてください。あと、この溝ですけど、溝もね、動くようになってます。なってますが、できる限り、ワーク側に近づけてクランプするようにすると動きにくいです。とりあえず穴開け加工を行いたいので、2D 輪郭のボア加工を選んで穴を3つ選択します。で、下穴開けてからエンドミルで仕上げるっていう方法が一般的なんですが、今回 CNC フライスで工具交換手動でやらないといけないということで、もうエンドミルでね、全部仕上げちゃうということで、これで荒仕上げ、仕上げしかしないんですけど、穴開けを行います。で、普通だったら Z をね、ぶっ刺してからぐるっと繰り広げるっていうやり方が多いんですが、それだとエンドミルにダメージが起きやすいので、ヘリカル穴開け加工っていう XYZ3 軸を同時に使った穴開け加工を行います。ここのパスのところですね、このランプ角度をしようっていうところにチェックを入れて角度を決めてあげると、何度の角度をつけながら、Z が下がっていくかっていうのを設定できるんですね。でこの場合だと1度下がりながら、ヘリカル穴開け加工ができるので、下穴いらずでエンドミルだけで穴加工を仕上げることができます。注意点としては、角がねチッピングしやすいんで、あまりに硬い材料とか条件とか上げすぎると、すぐにエンドミルがダメになってしまうので、使いどころを考えて使う必要があります。で、余談なんですけど、僕が一番最初にサラリーマン時代に使ったマシニングはヘリカル加工ができなかったんですよ。
て、なんでかっていうと、ヘリカル加工って XYZ3 つ全部使うんですけど、XY と Z を同時に使えなかったですね。まあ、なんていうんですかね、3D 加工はできるんですけど、G0203 を使ってる時に Z を入れることができない古いマシニングだったんですよ。なんでヘリカル加工ができないっていう機械もあります。で、次はナイフの形状を切りたいので 2D の中の 2D 輪郭を選びます。で、さっき言い忘れたんですが、ボアもこの中にあります。で、2D 輪郭選んだら、ここでそのナイフの輪郭を選択します。するとパスがある程度できるんですが、これもさっきと同じように Z を使ったヘリカルって言っていいのか分かんないですけど、Z が下がりながら形状を切っていくっていう加工ができます。で、やり方はこのリンクの下の方にあるランプっていうところにチェックを入れて角度を決めてあげるだけですね。これだけで XY と Z を使いながら加工することができます。で、これのいいところがですね、このエンドミルが入る穴を開けとかなくていいんですよね。上から緩やかに Z を下げながら削っていくので、アプローチ穴がいらないと。非常に便利な加工になっています。ただ注意点としては、さっきも言いましたが、エンドミルの底場だけを使うので、エンドミルの消耗が早いので、鉄とかステンに使うとすぐにエンドミルがダメになってしまいます。XY の原点は材料の角、ここで取りました。で、今から付属のタッチセンサーを使って Z 軸の原点を取ります。クリップで工具を加えて、あとはキャンドルの方のプログラムを走らせると自動で取ってくれます。いきます。ポチ。Z 軸がだんだん下がってきて当たると。はい。で、もう一回いきます。はい。ここが Z15 離れたところなんで、確認します。サッシを、はい、入れると、そうですね。これでちょうど15に来てるんで、このワークの上面が0ということが確認できました。では全ての準備が整ったので加工を始めていくんですが、 CFRP の切り子はすごい細かくて、しかもトゲトゲなんだそうです。なんでそれがね、肺とかに入るとかなり危険らしいので、マスクをするのはもちろんなんですけど、湿式加工をするためにこういったね、タッピングスプレーをかけながら安全に加工していこうと思います。よし。完璧ですね。ちゃんと綺麗な穴が開いてます。周りの欠けとかもパッと見なさそう。加工中、音とか振動とかすごかったんですけど、一応加工できたっぽいですね。なんか見た感じが全然わかんないんですが、これをきれいに、うわーすごい、うわ、これ、ヘドロやん、これ。やば。ヘドロやん。こんなんなるの。これ、マシニングとかで加工したくない気持ちがわかりますね。専用機ならわかるんですけど、これは嫌だわ。すごいなんかスラッジみたいなのが。うわ。これが、スプレーかけてないと空気中に舞うわけですよね。それが体に非常に悪いということで。なるほどね。でも加工完璧だわ。めっちゃいい感じ。はい、カーボンの加工できてました。思ったよりね、精度良かったっ
ぽいですね。たまたまかもしれないんですけど、仕上げ入れてなくて、ノギスの測定にはなるんですが、この 7π の穴が 7.02 ぐらいで開いてたんで、まあまあいいのかもしれないですね。で、次、ハンドル材、この両側につけるための材料を削っていきます。材質は、アサメラだったかなというなんか変わった木で、ちょっとね、硬いんですよ。これが普通の木の音だとすると、ちょっとね、硬い音しますよね。はい。こちら削っていきます。で、クランプは両側2箇所なんですが、これだとちょっと不安ということで、裏に薄いですね、両面テープを貼り付けています。で、工具はさっきと同じカーボン削ったやつをそのままね、使えそうだったんで使っていこうと思います。はい、送信。続いて木材から左右のハンドルを削り出していきたいんですが、材料の厚みが出ていないので 2D の面という加工を使って材料の厚みを均一にしてあげます。で、普通に面削してしまうとクランプしているところも一緒に削ってしまうので、スケッチを追加してクランプの部分は回避するように設定することもできます。両側に見えてないんですが、こんなクランプがあるとして、それを回避するように面削の設定をしています。これ初心者の方ありがちなんですが、あえてね CAD でクランプなんか書かないので一緒に削ってしまうってことがあるんですけど、こうやって範囲指定してあげればそれを回避することができます。で、あとはボア加工とかね 2D 輪郭とかあるんですが、ここで新しい等高線加工というのを使ってまして、これは地理であったこの山を上から見た時の等高線ですね。それを言ってるんですけど、等高線加工という一番山の高いところから低くなるところまでをなだらかに加工していくっていう加工で、こういった面が一周つながったような加工には非常に向いている加工になります。で、3D の中の等高線ってこれですね。で、似たようなやつで操作線っていうのがあるんですけど、これは面が1箇所とか一方方向で加工できるようなやつは操作線っていうのを使うんですが、一周つながったようなやつは等高線っていうのを使うと結構いいパスが出ます。今回粗なんで、もうフラットエンドミルでガーッと粗取りしてる、もう段々がすごいんですけど、これはもうこれで後で手で仕上げるんでこんな感じになってます。本来はボールエンドミルでちょっとずつ切り込んでいって綺麗に仕上げるみたいな使い方ですね。はい、では上面の加工が終わってしっかりね厚みが出たので、穴開けと、面取りのところと輪郭の形状加工を行っていきます。はい、CNC フライスがあっちの方で頑張って削ってくれている間に、こっちでは卓上旋盤を使ってファスニングボルトというハンドルを固定するための、ネジを作っていこうと思います。材質は真鍮を使います。
では、すべての部品が揃ったので、組み立てていきます。で、このファスニングボルトだったっけ？こちらなんですけど、よくあるのは、サイドカッターとかで切って、マイナスネジにして作るっていうのがね、一般的かと思うんですが、今回六角材があったんで、六角材から削り出してみました。これでも十分締め付けれますし、どうせ最後は切っちゃうんで、これの方が、工程少なくできるんでいいんじゃないかなと思いました。よいしょ。よいしょ。はい。で、こんな感じで飛び出すと。で、この飛び出したところに、こっち側、反対側のハンドルを取り付けて、こっちも硬い。よし。で、こっちのネジの方で締め付けていくと、こう挟まっていくと。で、その前に反対側、2箇所あるんで、反対側も、こっちはまだスッと入ってない。で、こっちのネジをつけて、あとはね、スパナで締めていくと。7がね、1本しかなくて。で、反対側も締める。よいしょ。で、あとは、仕上げと。はい、今回は3万円の CNC フライスを使って CFRP と木材を削ってみました。もう CFRP に関しては人生でね、初めてだったんで、どんな感じで削れるのかっていうか想像がね、できなかったんですが、問題なく削れました。良かったところとしては、普通に削れたっていうところと、使いやすいっていうところなんです。プロープとかね、めちゃくちゃ使いやすかったんですが、良くなかったところ、もう音と振動。これはね、もうすごかったですね。もうなんでかっていうと、本体がね、10キロぐらいしかなくて、ものすごい軽いんですよね。で、リニアブッシュを保持してる、ホルダー、XYZ 全部とスピンドルを保持しているホルダー、これらが全部樹脂パーツなんで、もうどうしても騒音が、出ちゃう。はい。で、材料としても、この辺が限界だと思います。金属はね、やめた方がいいですね。うるさい。はい。ものすごい。想像の5倍はうるさいと思います。はい。で、それの解決策実はあって、オプションがね、いろいろ用意されてるんですよ。こういう、さっき樹脂だよって言ったホルダーの、アルミ部品もサインスマートさんから純正出てるんで、そういうのに交換して使ったりすると、その辺の騒音とかはすごい抑えられる。あとはエンクロージャー、この囲いなんかも純正出てるんで、そういうのを使って、粉塵を抑えたり騒音を抑えたりっていうのはできるかなと思います。スピンドルもね、2万回転のやつとかね、用意されてるんで、そういうのをカスタムしていって、使っていくっていうのも、おすすめかなと思います。あとはね、3D プリンターと比べて CNC フライスって全然普及してないっていう印象なんですよ、僕の。で、なんでかっていうと、難しいというか、怖いし危ないっていうのがあると思うんです。で、これに関してはもうパワーないので、練習としてはマジでいいんですよ。で、条件出しがかなり難しいんですけど、CNC フライスとか旋盤とかって。で、その条件出しも、もう、工具、細い工具って安いんで、もう数百円とかなんで、それでもう折りながら練習していただいて、これで条件を出してしまえば、ステップアップして大きい CNC やった時に、ものすごい楽になると思うんですよ。条件出しが。なんで、もう、初心者の方、一番最初にこれを使って、練習してしまうのが一番ね、いいかなと思います。で、今はね、オートデスクフュージョンっていうね、素晴らしい CAD/CAM ソフトもあるんで、そういうのを使う
使いこなす上でも、これで練習していくのがいいんじゃないかなと、個人的に思いました。はい。というわけで今回の動画が面白かった、参考になったという方、新種フライスが欲しいと思った方、ぜひグッドボタンとかチャンネル登録の方よろしくお願いします。Twitter、X、Instagram いろいろやってますんで、そちらも見てみてください。ご視聴ありがとうございました。